ほう。孔子の残した書の中でもそれに興味があるか。貴重なものだが私なら用意できるぞ。助かります。先生ならってピンときたんですよ。じゃあ近いうちに。よう、俺に何か用か？ああ、さっきの話を聞いてたのか。あの人、中央で史学やら軍学やらを教えてたらしいぜ。前に兵法書の掘り出し物を探してた時声をかけられて、そのまま意気投合したんだ。で、さっきも入手困難な書物を聞いてみたわけだ。そしたら都合を作って話で盛り上がってきたよ、俺。ああ、あんたはあんまこういう話興味ないか？だったらこの辺でやめとくが。お、そうか。あんたとは話が合いそうだ。文武両道なんて言うが、全くその通りだと思うぜ。武だけ知だけに偏ってればいつかは倒れちまう。だからどっちもちゃんと伸ばしていく。それがこの俺ってわけだ。と言っても元から工学の師を志してたわけじゃないぜ。うちのおじきが妙に気前のいい人だったんだな、これが。それで戦で活躍して褒美が入るたびにいろんな書物を買い付けてよこしてくれたんだ。もらった分はちゃんと読むのが義理ってものだろう。で、立派な読書漬け人間が完成したわけだが、どうやら行き過ぎちゃったんだな、俺。なかなか付き合ってくれる人間に出会えないときた。ということで、ここで会ったのも何かの縁だ。あんた、俺の学友にならないか？と言っても、たまに俺ん家で蔵書を一緒に読む程度からだけどな。お、手応えあり。あとはもう一押しだな。学友って言ったところで何もそう堅苦しいわけじゃない。適当に目についた書を手に取ってさらっと読むだけでもいろいろと得られるんだ。うちには入手したばかりの新しい兵法書もある。それからそういうのじゃない詩編だって。じゃ、早速お近づきだな、俺たち。それどころか末長い付き合いになる、そんな気がするぜ。いいですか？ええ。ご足労いただき恐縮です。急にお呼び立てしたので来ていただけないかと。さすが話が早いですね。実はあなたにお願いしたいことがあります。早速ですが本題を。私は現在も記録係の仕事を手伝っています。黄金の乱の折のあなたの記録について確認させてもらえないでしょうか？なぜ？初めて聞かれました。学ぶためでしょうか？殿のもとに馳せ参じてしばらく、私は一階の記録係でした。もっとお役に立ちたいと必死に故郷で同志を募り、勢いで1000人の兵を連れ帰って将に抜擢されました。大変ありがたいのですが、私に将としての経験はほとんどありません。ならば昨今活躍した将から学び、己の経験として身につけようと。そういった点で
記録係の手伝いは私に必須な作業なのです。先の戦いでもあなたの活躍は評判になっていました。そんな時、古い文献の中に出てきたある一族を思い出したのです。あなたはその出身ではないかと。とにかくあなたの全てを知りたいと言ったらご迷惑でしょうか。それは流行る気持ちを抑えきれず大変失礼を。ではあなたがお話しできる範囲で結構です。ゆっくりと私にお聞かせ願えないでしょうか。先の戦場での記録を残しつつ私たちの記憶も作っていきましょう。帝に近しいからだ。日頃世話してくれるやつに権限をってことだろ。おや、これは奇遇ですな。かような場所でお会いできるとは。この陳光大、あなたとは何かと縁があるのやもしれません。そうですぞ。その通りですとも。かねてよりこうしてあなたとじっくりお話できたらと狙っておりました。あなたの身の上は実に興味深い。決まった主に仕えず風の吹くまま各地を渡り歩く。その正体はかつて天下太平を作ろうべく組織され散っていった者たちの生き残り。はて、どこまでとは。私が調べて知り得たのはこれくらいです。ただ安寧を求め力ある他者の意を頼り、その陰に隠れてのうのうと暮らし老いてゆく。自らの力と名を誰にも知られることなくただ土に帰ってゆく人生。そうした生き方とは違うあなたは私には心惹かれる存在です。かくいう私も己の努力で名を上げんと欲してきた一人。曹操殿との出会いは頂上でしたが、その意を借りる人生は送りたくありません。私とあなたはどこか似た者同士なのやもしれませんな。おや、意外と気を使われる方なのですね。納得していないなら無理をする必要はありませんぞ。かたやその生き方に焦がれひたすらに求めるもの、かたやおのずとその生き方に身を投じていたもの、どこか似ているようでしかし非なり。そんな我々だからこそ深くよしみを結べると思うのですよ。これからこの陳光大をよろしくお願いしますぞ。始めるぞ。
なるほど。この加工県庁の部見せてやるとしよう。行くぞ。今こそ董卓を討ち大義を果たさん。頼もしき漢の中心たちよ、いざ進め。いかに多くの将校関にたどり着く、それがこの戦の勝敗を決する。味方で功を競っていくが勝利は望めぬ。先の死生君の過ち繰り返してはなるまい。敵将討ち取った。さすがは古老か。洛陽防衛の要の守るに安く攻めるに堅い。確かに関にたどり着くのも苦労しそうだな。お願いします。敵は守りを固めているみたいだな。これじゃあ足並み揃えるのも一苦労だ。一番槍は我らにと言いたいものしますが、制圧王を焦って突出するわけにはいきません。敵は前のめり、故に背後の守りは手薄か。されば今こそ好機、我ら鋭き刃となり敵陣を切り裂かん。あのようなところから奇襲とは。誰ぞ急ぎ対処せよ。を開始する。聞こう、いずこの勝負も見えぬ。我が前に立つならば刃を持って覗くのみ。敵将討ち取った。これでいく。トライ。これで決まりだ。トライ。これでいく。敵将討ち取った。おっとこんなとこで負けらんねえってのによ。敵将討ち取った。いい流れ。力のこれでいく。敵将今は引こう。いずれまた戦場で武を競わん。敵将討ち取った。いざ参るぞ。進軍開始よ。これでいい。ここだ。危ない。制限。トライ。
兵が我ら討ち取った。敵の反攻に備え守りを固める。敵将討ち取った。我が方が優勢となった。この機を逃さず完投せよ。おっと隙あり。ここは突撃するしかないよな。おっと、もうここまで攻め込まれた。活躍の機会だ。さあ迎撃開始だ。素晴らしい身のこなしですね。参考になります。ここで帰った方が身のためだと思うがね。この先にいるのは必死か何かの敵将、わしが討ち取ったぜ。これ以上奴らを調子づかせるな。呂布よ、行け。敵将見せて討ち取った。天下に並ぶもののない最強の部。頼む。刻め。これが無双の部だ。亮太逃げろ。いかに強者といえど所詮は一人。押し包み討ち取るのだ。気を張れ。お前なんざ一ひねりだ。これでいく。雑魚どもはいくら集まっても同じだ。たった一人でこんな人じゃない。死んだ。あれが天下に名高き呂布の部です。なるほど。ただただ凄まじい。命知らずまとめて片付けて。どこで読み違った。さすがにまずいな。
なところで屈するわけには。押されているようです。厳しいですが私ができることをするのみです。よくよ、ここはもうよい。連合の命書を打ち決着をつけよう。いいだろう、すぐに終わらせてやる。進軍を開始しろ。何としても呂布を止めねば。守りを固め迎え撃つのだ。どけ。雑魚は狩り飽きた。言われて道を開けるなら戦場に立つものか。お前は俺が止めてみせる。何じゃ。何言ってるよな。よく来てくれた。ありがたい。いや、万の味方を得たかのようだ。軍長、小口か。敵将、討ち取った。軍長、来てくれたのか。あれほど心強いことはない。ありがとう。俺たちの力を合わせれば呂布を抑えられる。この身があればこそ我が手はさらなる高みへも至らん。力が湧いてくるぜ。今だ。退屈せず済みそう。見事。気持ちを食い止めた。ここが木だ。我らも力を尽くし毛沢との決戦を急ぐぞ。これでいく。力の敵。その死は敵将討ち取った。頼む。その死は制圧した。頼む。終わりだ。するぞ。来たか。天下にはびこる軍狼ども。王忠栄を食らわんとするなら王の覚悟をせよ。必ず董卓を倒してくれる。信じて耐え抜く。山の入らぬうちに勝負を決める。さっさと準備をしろ。相手をしてやろう。いざ行くぞ。これでいい。申し分ない働きだ。宝石とギアを食らっている兵がいるようだ。味方の攻撃を予測できぬとは実に愚か。討ち取っ良いか、手を緩めるでないぞ。生き延びる力のない者は容赦なく見捨てよ。放棄を経てアイスの権威は死んだ。生きした巨獣の肉は
生きる者の糧となるが道理。故にわしは遠慮なく食らった。敵将貴様ら連合の目的も同じであろう。大義などという飾りを剥げば単純なこと。地球をめぐって争う獣どもの暗い愛を。来た、矢を放て。物よけにはちょうどよかろう。援軍するぜ。いい万世に続けってな。進軍開始だぜ。強ければ食う、弱ければ食われるが獣のことあり。故に人も祭りも腐るいとますはない。生きるために万人が視力を尽くす。それこそがこの東中への知性よ。厳しき戦いは我は図るぞ。まさかなんという巡り合わせでしょう。今の私が光沢様に仕えるのに主を害そうとする排除します。ご要望にお答えしましょう。見えます。どうか本気で打ち合ってください。取られてもやられるはず。私の本心。もはや恐れるものはない。高ぶる闘志に任せ戦い抜くぞ。敵将討ち取った。これでいい。これでしまいだ。敵将なんという強さ。ここは引く。良い働きを。皆に信用されるために大切なことだ。取りました。ここまで持ったのは褒める。そろそろ終わりだ。まだこれほどの力。信じられん。本当に人なのか。これでしまいだ。敵将討ち取った。危ない。覚えてやめない。我らで仕掛ける。準備を整え。
このわしに噛みつくとは姑息なことよ。貴様噛み砕き飲み込んでくれる。ここまでよくぞわしを追い詰めた。やすやすと食らえるとは思うな。申し訳ありません。聞かせていただきます。生ある限り暗い槍は続く。引くぞ、落葉に火をかけろ。奴らの追撃を巻く。撤退か。董卓め、今になって命を惜しむと存外に小物か。貴様ら命拾いをしたな。